なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第4章大精霊編第123話触手王の参謀第124話胎児朗読を始めます。魔王学院の不適合者第123話触手王の参謀ノースガリアの魔力を追ったところ、奴はデルゾゲードにいる。教員室だ。他の教師たちの魔力もあり、特に怪しい点は見られない。魔力の動向に気を配りながらも、俺はユニオン島へ向かった。その途中、外で発声練習をしているファンユニオンの少女たちを見かける。ちょうど発声が終わったようで、彼女らは縁になり、話し始めた。新曲についてなんだけど、何か思いついた人いる？難しいよね。珍しく彼女らの口は重い。ただの新曲だったらいいんだけど、次のは魔王再臨の式典で使うかもって、アノス様がおっしゃってたよね。魔王再臨の式典は、暴虐の魔王が転生したことを、ひいては俺が暴虐の魔王であるということを、ディルヘイド全土に周知するためのものだ。今更、暴虐の魔王としての立場が必要なわけではないが、皇族派と統一派、皇族と根血の垣根をなくすために、その肩書きには最後の一仕事をしてもらわねばならぬ。堅苦しいことこの上ないが、民に物を伝えるには、相応に隠し気張ることも必要だ。言葉は変わらずとも、これまで祭り上げられてきた暴虐の魔王として登場した方が、受け入れやすいだろう。その式典で魔族には血統による隔てなどないことを伝える。根血だろうと、反霊反魔だろうと、皇族だろうと、このディルヘイドで生活し、法を守る限り、皆平等だ。すぐに全てがうまく回り始めるとも限らぬだろうが、それを境にディルヘイドは本来の姿へ戻っていき、そしてより豊かに、本当の意味での平和を取り戻す。いや、そうなるように努力をするのだ。正直、神だの、秩序だのを相手にするより、よほど骨が折れそうな仕事だがな。ただ滅ぼせば、それで済む話ではないのだ。式典の歌、なんてそんな立派な歌が、私たちに歌えるのかな？アノス様に恥をかかせちゃったらどうしよう？だよね、ディルヘイドの人たちが、みんな聞くことになるんだし。でも、頑張らなきゃ。アノス様の晴れ舞台なのに、私たちが足を引っ張るわけにはいかないよ。だけど、私たちなんかより、ちゃんとした合唱団とか、銀融詩人がやった方がいいんじゃ。大事な式典でしょ。これが成功したら、ディルヘイドがもっと良くなって、私たちみたいな根血が、家族と離れ離れになることもなくなる。それに、何よりもアノス様のためだもん。できないことをできないっていうのも大事だよ。どうやら、行き詰まっているようだな。式典の歌をお前たち以外に歌わせるつもりはないぞ。声をかけると、少女たちは驚いたようにこちらを振り向いた。アノス様。すぐに少女たちはひざまずこうとする。そのままでよい。はい。彼女たちはピッと気をつけの姿勢になった。難航しているようだな。はい。アノス様の式典で歌う歌なんて、私たちには荷が重いって思ってしまって。エレンはそう不安を吐露する。何を言う？ファンユニオンの少女、一人一人に視線を合わせてから、俺は言った。魔王再臨の式典は、皇族と根血が互いに手を取り合う、新しいディルヘイドの始まりを意味する。その場で必要なのは、古臭い伝統や、隠し気張った歌ではない。問いかけるような少女たちの視線に対して、俺ははっきりと答えた。このディルヘイドの凝り固まった血統至上主義をぶち壊すような新しい風だ。一言一句を胸に留めるように、真剣な表情で少女たちは聞いている。そんな歌はお前たちにしか歌えぬ。つまらぬ風習、くだらぬ慣習、病巣のようにこの国に救った固定観念を、その歌で笑い飛ばしてやれ。言葉はなく、しかし、少女たちは確かにうなずく。ディルヘイドの民のことなど考えなくともよい。その歌は俺に捧げよ。俺が聞きたいのだ。平和の式典で、呆れるぐらいに平和なお前たちの調べよな。心に刻みつけるかのようにして、少女たちは声を揃える。はい、アノス様。
周囲の雑音など恐れるな。お前たちは俺が認めた歌姫だ。その調べは、天にも届き、神々さえ撃ち落とすだろう。言葉にすれば、自然と笑みがこぼれる。気がつけば、少女たちの瞳からは、完全に迷いが消え失せていた。彼女たちは強い。魔力に乏しく、人並みの悩みも抱える。そんな普通の弱さを持つ彼女たちだからこそ、その歌は何より心に響くだろう。邪魔をしたな。俺はその場を後にする。背中から元気を取り戻した少女たちの声が響いた。よーし、それじゃ、今日も張り切って練習始めるよ。アノス様応援歌合唱曲5番、行ってみよう。青空の下、少女たちの清らかで楽しげな歌が、どこまでも遠く響き渡る。それを聞きながら、俺はユニオン島のドアを開けた。中には誰もいない。階段を上り、メルヘイスが待つ最上階へ登っていく。ふむ、妙だな。魔力が2つある。一つはメルヘイスのものだが、普段よりもかなり弱い。もう一つの魔力の波長には覚えがない。だが、かなりの強さだ。お気づきになられたか、魔王アノス。聞き覚えのない声が響く。最上階まで登り終えると、そこに一人の男がいた。褐色の肌と金の瞳。オールバックにまとめた髪を、後ろで結んでいる。なんとも精悍な顔つきをした男だ。だが、遅かったようだ。彼の目の前にはメルヘイスがいる。途端、その体は無数の風の刃に切り刻まれ、無惨した。ふむ、リガシュレイド、か。俺は指先を切って、血の雫を飛ばし、メルヘイスに、インガル、をかける。すると、男も同じく指先を切って、血を垂らし、メルヘイスに、ルインガル、を使った。蘇生を妨げる魔法だ。その効果が働く限り、魔力差があっても、インガル、は効かない。ほう。レバイド、を使い、メルヘイスの時間を死後1秒の時点で止めた。選べ。名乗って死ぬか、無言で死ぬかだ。男は堂々と言った。エールドメイドが配下。触手をウ軍参謀ジーク、オズマ。なるほど。あいつが、神族に体を奪われているのを知ってのことか？無論、それは我が主の意志だ。ふむ、やはりそうか。我が主はあなたを倒すために、あえて体を神に委ねたのだ。2000年経ったが、相も変わらず子供のようだな。触手を追うわ。お前も子守は大変だろう。俺に仕えたらどうだ？ジークは生真面目な顔で俺を見返す。偉大なる暴虐の魔王からの申し出、もしも我が主君よりも先に溜まっていたなら、謹んでお受けしただろう。奴は腰に下げた鞘から魔剣を抜いた。だが、二君に仕えるなど恥知らずな真似はできん。我が主君は生涯に一人のみだ。奴は魔剣を、俺が展開する、レバイド、の魔法陣に突き刺す。魔法術式が破壊され、メルヘイスの時間が動き出した。以前にレイが持っていた魔剣イニーティオと同じく、術式破壊の特性を持った魔剣か。魔眼を凝らせば、その剣が自ら俺に命を伝える。反魔剣がブレイド、イニーティオよりも、はるかに強力な魔力を秘めている。それで、メルヘイスを殺せたつもりか？再びメルヘイスに、レバイド、をかける。魔剣がブレイドによって術式が破壊されるが、それよりも早く、絶え間なく、レバイド、を行使し続けることにより、メルヘイスの時間を死後3秒で止めた。いいのか、メルヘイスに構っていれば、お前は死ぬぞ。いかにも。だが、魔王アノス、あなたが俺を殺そうとするなら、その瞬間、ごくわずかに、レバイド、の魔法行使がおろそかになる。この命と引き換えに、あなたの配下の時間を 0.1 秒進めることが可能だ。ふむ、はったりではあるまい。2000年前の魔族だ。魔力にも秀でている。奴の命と、この俺から 0.1 秒の時間を奪うこと、残念ながら釣り合いが取れている。なかなかどうして、強者ではないか。死後3秒をよぎれば、蘇生できない可能性が生じる。0.1 秒程度では万に一つの可能性もない。1億回繰り返せば、1回ぐらいは蘇生に失敗するかもしれぬが。だが、そのわずかな可能性すら、あなたは妥協しないはずだ。ほう。さすがは参謀というだけのことはある。俺のことを十分に下調べしていたか。
確かに1億回に1回が、今ここで来ないとも限らない。自らの命と引き換えに、俺の配下を滅ぼす1億分の1の可能性を手に入れる。頭の回るやつだ。それが最も勝算の高い方法だというのをよく理解している。おごりはないというわけか。こういうやつが、一番油断できぬ。面白い。それでどうするつもりだ？まさか敵地でにらめっこを続ければ、お前が有利だという結論ではあるまい。力では到底あなたにはかなわない。故に知恵比べを挑みたい。ジークは、リムネトの魔法を使う。そこに映ったのは、レイとミサ、エレオノールとゼシア、そしてミーシャとサーシャだった。第124話、胎児。大きな屋敷だった。今は使われていないのか、人気はなく、庭の草木は伸び放題だ。鉄柵は錆びており、外壁の一部は剥がれ落ちている。窓ガラスが割れている箇所もあった。レイたちは埃っぽい屋敷の中を歩いていた。大広間に出たところで、前を行くゲラドが足を止めた。そこには台座があり、半分だけの魔剣が刺さっていた。お分かりになりますか？ミサがその魔剣を見つめる。父がくれた魔剣ですか？ゲラドがうなずく。はじめに、私が父君の使いであることを証明しておこうと思いまして。彼はレイに視線をやった。警戒されているようですし、どうやらその心配もなくなったようだけどね。涼しげにレイは微笑んだ。ゲラドは半分の魔剣を手にし、それを抜く。念のため、直接確かめておくといいでしょう。剣を携え、ゲラドはミサの元へ歩いてくる。そして、ゆっくりとその半分の魔剣を彼女へ差し出す。ありがとうござ。ミサが魔剣を受け取ろうとした瞬間だ。ゲラドは流れるような所作で、その半分の魔剣の切っ先を彼女に向け、そして突き出していた。申し訳ございません。あなたを殺せと命を受けております。へえ。動じた風もなく、レイが声を発する。つい数週前まで何も持っていなかったはずの彼の手に、いつの間にか一位剣シグシェスタが握られていた。これは？違和感を覚えたような素振りを見せ、ゲラドは半分の魔剣を引いた。ミサに突き刺したかのように見えた剣先が、綺麗に消えてなくなっていた。文字通り、目にも映らぬ速度で、レイが切り刻み、消し去ったのだ。レイさん。不安そうにミサが言う。大丈夫だよ。下がっていて。はい。レイがミサをかばうように前に出る。一つ、聞いてもいいかな？ゲラドは悪びれることなく、堂々と言葉を返した。何でしょうか？君の主君が本当に彼女の父親なら、どうして彼女を殺そうとするのかな？ゲラドは魔法陣を描き、そこから小さな盾を取り出した。盾の四隅には青い宝石が埋め込まれている。残念ですが、あれは口実です。我が主、呪い王相を回避ラム、ジステの目的は一つ。大精霊レノの血を引くミサ、イリオローグの根源を奪うことです。ミサが驚いたように目を丸くする。大精霊、レノ？ええ、あなたは、あらゆる精霊の母である大精霊レノの実子。普通の精霊とは違い、彼女が直接その身に宿した子でございます。その根源は、すべての精霊を従える力を宿しております。驚きのあまり、ミサはすぐに言葉を返せなかった。それが事実だとして、冷静にレイは言った。それなら、なぜその回ヒラム、ジステという魔族は、彼女の父親が送った魔剣の片割れを持っているのかな？偽物ですよ。嘘をつく理由は何だい？ゲラドは言葉を返さない。続けてレイは言った。マガンはあまり良い方じゃないけど、剣のことだけはよくわかるんだ。その魔剣は間違いなく、ユニオン島にあった魔剣の半身だよ。レイは一位剣をまっすぐ構える。本当のことを話してもらうよ。ミッドヘイズを治める魔法エリオの城、ミッドヘイズ城にエレオノールは訪れていた。彼女の横をとことことゼシアが歩いている。勇者学院の方々は、こちらでお待ちいただいています。執事の一人が、城の離れにある宿舎の中を案内していく。ジェルガが残した魔法具を見つけたということで、レドリアーノたちは先の戦争の戦後処理に積極的に関わった魔法エリオを頼ってきたのだろう。こちらの部屋です。豪奢な扉の前で執事は立ち止まる。彼は扉をノックした。
レドリアーノ様、エレオノール様をお連れしました。声をかけるが、返事はない。執事はいぶかしげに、もう一度扉をノックする。レドリアーノ様、失礼してもよろしいでしょうか？やはり、返事はない。執事がドアノブに手をかける。待って。エレオノールが慌てたように言った。中に、知らない人がいるぞ。知らない人、でございますか？うん。下がってて、もしかしたら、危険かもしれないぞ。エレオノールがノブに手をかけ、ドアを開く。中にいたのは、3人の男。レドリアーノ、ラウス、ハイネである。彼らは皆、床に倒れ込んでいた。全身が青く染まっている。みんな。ひっひ。ようやく来たようじゃの。部屋の隅から不気味な声が響く。エレオノールが振り向くと、そこにいたのは小柄な少年だ。誰？わしの名は、ザブロ、ゲーズ、ヒヒオーギリシリス、レッドの復刊じゃ。と言っても、知らんかの。幼い顔とは裏腹に、その口調にも、視線にも、老快さが滲み出ている。みんなに何をしたの？何？少々毒を食えろうてもらってな。よく聞いとるわい。エレオノールは身構える。ゼシアが光の聖剣エンハーレを抜いた。君は、2000年前の魔族？そうじゃ。何が目的でこんなことするの？せっかくアゼシオンとディルヘイドが手を取り合えるようになったのに、平和を台無しにしようとするなら、許さないぞ。ひっひ、平和じゃと。ザブロが不快な笑みを浮かべる。そんなものは興味がないの。ヒヒ王様の目的はただ魔法の研究じゃ。それを見るといい。ザブロが指さした場所に、秘跡があった。人間2人分ぐらいのサイズで、一目で魔法具とわかるほどの魔力を秘めている。そやつらはジェルガの遺産などと言っておったが、何のことはない。わしが、ジェルガ、と、アスク、の魔法を研究して作ったものじゃ。その秘跡の下に魔法陣が浮かび上がる。これ、ザブロが魔力を込めた瞬間、声が聞こえた。殺せ。かつての、アスク、に似た不快な声だ。エレオノールを殺せ。青く染まった体のまま、のっそりとレドリアーノ、ラウス、ハイネが身を起こす。彼らはエレオノールに憎悪の視線を向けた。どうじゃ、アスク、と、ジェルが、によう似ておるじゃろう。なかなかの傑作じゃて。僕はその魔法は嫌いだぞ。エレオノールが4つの魔法陣を描くと、それが魔法の秘跡を覆う、デイジェリア、が魔法具の力を封じ込め、レドリアーノたちは再びその場に倒れた。それを見て、ザブロはおよそ少年らしからぬ、狂気に満ちた笑みを浮かべる。さすがは、エレオノール、の魔法じゃ。興味深いの。お主、自分が何のために生まれたか知っておるか？エレオノールがザブロを睨む。魔族と戦うための兵士を生むためって言いたいの？いいや、違うの。それはジェルガが考えたことじゃ。だが、エレオノールには神の手が入っておる。人間の力では根源を魔法化などできんから当然じゃの。そして、神々の目的は、優れた器を作ることじゃった。どういうこと？わからぬか？鈍いやつよの。根源クローンとて、何万、何十万と作れば、そのうちに突然変異を起こす。より強い魔力を持った個体、より強靭な根源を持った個体が生まれてもおかしくないのじゃ。エレオノールは警戒するように、魔眼を働かせた。それこそが神の狙いじゃ。神の力を宿せるほど、強靭な根源が生まれるのを、1500年以上もの間、神々は待っていたのじゃよ。待ってた？さよう。これ、よく考えてみるといい。他の個体とは明らかに違う根源が生まれたじゃろう。はっと気がつき、エレオノールはゼシアを守るように前に出た。神が作った魔法術式とその器。興味深いのを。バラバラに解剖して、よく中身を見させてもらわんとの。よくわかったぞ。エレオノールは手をかざし、魔法陣を描く。君は許しちゃいけない人だ。フレスの魔法で、ミーシャとサーシャは遠ざかる魔族を追いかけていた。至近距離に転移しようとすると、ガトムを半魔法で邪魔されてしまうため、一定以上離れた場所へ転移した後に追跡しているのだ。二人は次第に逃げる魔族に追いついていく。見られてる。ミーシャが言った。リムネと、
さすがはミーシャといったところか。自分たちが監視されていることに気がついたようだ。いいわ。どこの誰だか知らないけど、見たい奴には見せつけてやるわよ。それより、もうすぐよ。彼女たちの視界に、その魔族の姿が映った。混沌の世代の一人、ゴウケンリンカ、セオールネス。黒髪をポニーテールにしたその少女は、メノウの体を軽々と片手で持ち、空を飛んでいる。徐々に彼女との距離が詰まっていくと、リンカは地上へと急降下した。着地したのは、森の中だ。それを追い、サーシャとミーシャも地上へ降りる。鬼ごっこはもうおしまい？それとも、もう逃げられないと悟ったのかしら？そう挑発するサーシャに、リンカは鋭い視線を向けた。メノウ先生をどうするつもり？ああ、これはお前たちをおびき寄せるための道具だ。もう用はない。リンカはメノウをその場に放り捨てた。気を失っているのだろう。彼女が目覚める気配はない。どういうことかしら？私は冥王イージェスコードが配下、レドアネ、イオン。根性の名をリンカ、セオールネスという。我が君の命に従い、神の意にて生み出されしそなタラを抹殺する。リンカは魔法陣を描く。その中心に手を入れ、大剣を引き抜いた。奇妙な剣だ。剣身は後ろがはっきりと見えるほど、透き通っている。ねえ、聞いてもいいかしら？なんだ？神の意にてって、どういう意味かしら？私もミーシャも七魔コウロウアイビス、ネクロンの直系よ。透明の大剣を地面に突き刺し、リンカは言った。アイビス、ネクロンは魔王アノスが蘇るまで、勇者カノンの根源の一つと融合していた。知ってるわ。ならば、なぜあの甘い男が、お前たちのような悲劇の子を生み出した？サーシャは言葉に詰まる。代わりに、ミーシャが言った。ディノジクセスは、本来根源を二つに分けるだけで、人格はどちらか片方にしかない予定だった。ディルヘイドとアゼシオンの戦争のアトレイに直接尋ねたのだろう。自然魔法陣の不備で、偶然、分かれたもう一つの根源に人格が宿った。新しい魔法を開発する場合、当然のことながら、初めは構築した魔法術式通りの結果が生じないケースがある。自らの理論を信じて、実験するしかないのだが、ディノジクセスの場合には、かなり予想外の結果が出てしまったということだ。それが、私。半分は合っているが、半分は間違っている。リンカは事実を突きつけるように言った。自然魔法陣の不備は、神族の介入によるものだ。奴らが月の光を変化させ、魔法発動の瞬間に、魔法陣を書き換えた。それによって誕生したのがお前だ。ミーシャは無表情を崩さず、じっとリンカを見つめている。神の干渉は魔族の世には不要だ。目覚める前に始末させてもらう。サーシャが微笑する。教えてくれてありがとう。でも、それ間違ってるわよ。コクリ、とミーシャがうなずく。サーシャの瞳に魔法陣が浮かび、破滅の魔眼と化した。私たちに命をくれたのは神様なんかじゃなかったわ。次回は、魔王学院の不適合者、第125話、呪いの盾、第126話、批評の史跡、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。